やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、7Hz の10周年記念フラグシップモデル、エターナルだ。巨大なハウジング、巨大な1発のダイナミックドライバー、中国系ブランドは記念モデルを真っ赤にすることが多い印象なんだけど、このエターナルも赤銅一色で構成されていて、かなり強い印象を受ける一台だな。その中身は、14.5mm と、密閉型としては最大クラスの巨大ダイナミックドライバー。そんなに大きなドライバーを使っていると装着感が悪くなりそうなものだけど、フェイスプレートデザインに反して、内側はしっかり耳に合うようにシェイプされていて、装着感には問題がなかったりする。10年戦ってきたブランドのハイエンドにして記念モデル、色々と期待が膨らむところだ。詳しく見ていこうか。まず、国内において、このエターナルに近い1台、7Hz のテメレスの話をしないといけないだろう。タイムレスは、エターナルとほぼ同じサイズの平面磁気ドライバーを採用したイヤホンで、そのサイズならではのインパクトと、意外と耳に装着してみると、普通に問題のない装着感、そして、巨大な平面モデルゆえの、温かみと余裕のあるなり方が魅力だった。これに対し、ほぼ同じサイズの振動板を持つエターナルなんだけど、こちらは、イヤホンに使われるドライバーの王道、ダイナミックドライバー一発で勝負するイヤホンだ。見た目の奇抜さに反して構成は全くもって普通のイヤホンなんだな。ただし、そのサイズは桁違い。やっぱり 14mm を大きく超えた直径の振動板を採用しているぞ。外装としても共通点が多く、エターナル同様、こちらも装着感は見た目から想像するよりも数段良い。普通の耳掛けイヤホンと変わらない装着感となっている。赤系のカラーリングで統一された、ケース、ケーブル、そしてボディ。ただし、その中でギラギラと異彩を放つのがフェイスプレート。このフェイスプレート、サファイアガラス、つまり、高級な腕時計のガラス部分にも使われている素材が採用されていて、コーティングもあって常に青い光を反射してる。商品画像では控えめなんだけど、実際に手に取ってみると、割と部屋の中で落としても一瞬でわかるくらいに青い光が反射してたりするぞ。なので、商品画像より、実際の商品は結構やんちゃな外装してるかもしれないな。そのサファイアガラスの奥には、タービン、あるいはダイナミックドライバーの振動板をイメージさせるような大きな衣装が広がっていて、特別感はすごく感じられるだろう。このデザインの違いは、タイムレスの装着感の良さに影響を与えない。この見た目に惚れた人にはプラスになるんじゃないかな。付属ケーブルは、4.4mm、3.5mm、2.5mm の3種類から選択することができる。暗い赤色にラメが微妙に入った洗剤は、他のパーツと統一感を出すためのものだろうか。ちなみに、銀色の兄弟モデル、エターナルの付属ケーブルと太さや取り回しは一緒だな。タッチノイズが少なく、本体と統一感があるので、そのまま使っても問題ないケーブルだろう。今回のデモ機は 4.4mm のものが届いたので、アイコー ITX1 に組み合わせて使ってみたぞ。ITX1 は、おとなしいイヤホンの広域を無理やりに分離させられるくらいの解像度重視の DAC アンプなので、きっと良い反応を見せてくれると思う。それから、エターナルのケーブル端子は、MMCX となっている。基本的に MMCX ケーブルなら問題なさそうなんだけど、特徴的なフェイスプレートの形状のせいで、MMCX プラグ周りが太いデザインのものだと、もしかしたら干渉しちゃうかもしれないな。本体のデザインは耳掛け前提となっているぞ。それから、兄弟機、タイムレスの時にもよっとしたんだけど、投げたら大ダメージが入りそうなごっついケースがついてくる。中には保護材も入った高級感のあるものだ。ただ、かなり金属で分厚いケースなので、卓上とかで保管するシチュエーションの時に使うのをおすすめするぞ。そんなわけで、付属品、色使い、そして見た目的特徴まで、色々と個性的な印象を受けるエターナル。高級感とかとはちょっと違うんだけど、めちゃくちゃおもてなしされてる感はあるな。この価格帯はもう半分自分の性癖によるところが大きいと思うんだが、これだけ外観で個性を出しまくってるのに、妙に堅実な大人のがまた面白い。エターナルに採用されているのは、14mm のダイナミックドライバー。完全無線イヤホンが直径 6mm、KZ などの低音域を大事にするブランドが 10mm の大台。そして、最近ついに 12mm を突破してボームな音色のイヤホンを作ってたんだけど、それをあっさり超える 14.5mm の巨大な樹脂系振動板。振動板の素材は、最近よく聞く評価の高いリキッドクリスタルポリマー。軽く、薄く、しなやか、というアプローチで音作りに一石を投じるタイプの振動板だ。低価格ではトリポーインリー、ちょっと前の TRI スター C なんかが採用してた振動板だけど、これだけでかいものがイヤホンに搭載されているものは初めての体験だな。というわけで、問題の音色なんだけど、
超高音域がタイムレスより出やすく、全体に弾力が増した音色。ただ、単体で聞くとちょうどいい分離感、解像感、高音域もよく聞こえ、低音域も力強く。でもって、ボーカルも余裕の鳴り方。全体的に、大きなドライバー特有の余裕のある鳴り方をする。その分、出力にうるさい印象があって、特に低出力の環境で聞くと、ドライバーが動ききらず、なんか高音域がもにょっとする。インピーダンスは30オームなので、バリバリのアンプが必要、というわけじゃないけど、もしちょっと眠たい音だな、と思ったら、上流を見直してみるのをおすすめするぞ。このイヤホン、巨大すぎるダイナミックドライバーである、という印象は高音域では感じないが、低音域から中音域あたりのゆとりとボリューム感は、やたらでかいドライバーらしい安定感がある仕上がりだ。全体に見ると刺激が少なく、落ち着いた音色、タイムレスの方が高音域にしっかりと輪郭が出る時もあれば、こちらの方がきちんと抜けが良いと感じる瞬間もある。印象としては結構近く、でも低音域の分厚さにダイナミックドライバーらしさを感じたりもする、かなり近い音色な印象だな。こちらの方が自然で、浮き上がる色がない感じ。全体を俯瞰して聞くなら、タイムレスよりエターナルだ。単体のイヤホンとして見てみると、高音域は自然な仕上がりで強調はないものの、きちんと高音域が潰れずに聞こえるのはこの価格らしい仕上がりの良さ。中音域から低音域は厚みがあって、ボーカルが近く、体音を感じる鳴り方だ。分離しすぎず、強調しすぎずで、この価格帯らしい完成度を感じる音色だな。あんまり派手に着色はしていないけど、パワフルな鳴り方。でも、ゆったりしすぎもしない。90年代のポップス、近年のポップスともにしっかりと厚みがありつつ、荒を主張しすぎもせずイヤホン側に意識を持っていかれずに聞ける。ロックでも問題なし。クラシックの厚みも表現できるけど、分離感を強調したイヤホンに慣れているとちょっと優しい音色に感じるかもしれないな。しっかりと重みのある音色で、暗い曲の雰囲気が実際重くなる。結構弾力と重みのある音なので、電子音楽はちょっと気になったんだけど。あれ普通に鳴らせるぞ。もちろん、高音域の誇張されたクリア感はそれほど力強く反映しないんだけど、ミックス音源でもちゃんと形になっているのが面白い。そこら辺がはっきり聞きたいなら、より感触なイヤホンを探すべきだろう。なので、このエターナル、流行や特定ジャンルではなく、記念モデルにふさわしい対応力を持つ、見た目やサイズ感の愉快さからは一線を引いた、超真面目で真っ当なモデル、ということになる。14.5mm の液晶ポリマー振動板は、音の破綻が少なく、また大きさゆえの安心感と温かみのある音色。構成と見た目には個性ありありだし、音色としても個性はあるんだけど、それを伸ばすんじゃなくて下地にした、すごく真面目なイヤホンだ。純粋な完成度でおすすめできる一台だと思う。と、こんなところだな。おすすめ度は高い。見た目から想像できないほど正統派で流行に流されない音なので勇気のある人はトライしてみてもいいのでは？そんな感じで今回はここまで。